グリ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 って語彙力ゼロ。なんて言うんだろう。グリグリ。まあ、ちょっとごめんなさい。はい、皆さん、こんにちは。車の大自然、カカカ、シノピーです。今回はこちら、ソフト99のレインドロップ、トルネードボルテックスという新商品を使ってみようかなと思います。で、こっちが、現行品ですね。今販売されているレインドロップ。で、いろいろ改良されて出てきたのが、こちら、トルネードボルテックスという形になっております。9月から販売開始ということで、何が違うんじゃいっていうところですよね。まずは、ヘッドですね。かなり大きくなったんですが、レインドロップ、現行品の方は、直線的にこうスプレー出てくるタイプでした。けど、トルネードボルテックスの方は名前の通りトルネード、円を描くように噴射されます。そうすることによってコスパもね、かなり良くなっているみたいです。自分のね、さじ加減だとは思うんですが、やっぱ全体的にかかることによって、今までよりかは消費量をかなり抑えられるみたいです。で、目安で言うと、軽自動車5台ぐらい施工できたところが6台施工できるようになっているみたいです。さらにいいなと思った点が、こちらですね、カートリッジ。詰め替え用が出ております。で、このヘッドをね、外すことができるようになっていて、で、これを詰め替えられると。詰め替えられる？付け替えられる？クオリティかなりいいのに、またね、同じのを買わないといけないっていうのが、ちょっともったいないなっていう気してたんですよ。なので、この詰め替えられるっていうのは、かなりいいんじゃないでしょうか。めちゃめちゃグレードアップしてるような感じがします。実際にちょっとね、使ってみて、撥水とかツヤとか、そこら辺、あと施工性とかも見ていきたいなとは思っております。で、気になる金額なんですが、一応ね、オープン価格で金額わからないんですが、ジェームスさんの販売価格を聞きました。レインドロップトルネードボルテックス、こちら1958円ですね、税込み。レインドロップ、これが1628円。で、詰め替え用の方が同じ金額ですね。1628円。で、ちなみに内容量は 300ml。380ml。だから 300ml と 380ml の金額 80ml 多くなっているんですが、詰め替え用の方はお買い得ということですね。同じ金額なので。で、あとトライアルサイズっていうのが出るみたいで、それは 180ml で初期ロットのみ販売があるみたいです。で、今説明したのは、このヘッドの部分の違いなんですが、中身も変わっておるみたいで、レインドロップの特徴としては、ボディにもガラスにも使えますっていうところなんですが、まず耐久性が変わっています。ボディ、現行品、レインドロップは3ヶ月。で、ガラスが2ヶ月のところ、トルネードボルテックスの方、ボディが5ヶ月、ガラスが3ヶ月と耐久性が伸びているみたいです。特徴としては、進化を遂げたG ラスシールドっていうのかな、よくわからないんですが、撥水持続性能が大幅にアップ。さっき言ったところですね。あとボディにはカルナバワックスのような深い艶出し性能とツルツル感を実現しました。そこら辺は実際に使って自分の目で確かめていきたいなといった感じですね。そのトルネードもちょっと気になるので、実際に使っていこうかなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。で、こちらがレインドロップトルネードボルテックスになります。ヘッドがね、かなり大きくなっております。そしたらまず使い方からちょっと確認して、実際に使い勝手とかを見ていきながら、最終的に比較とかをしていきたいなと思います。で、使用方法の方はこの缶の裏側に書いてありますね。で、どんなことが書かれているのかというと、まずは汚れや砂を、シャンプーとかでよく洗ってください。で、使用前に缶を上下20回程度よく振ってから、濡れたボディやガラスに1センチ四方に2秒を目安にまんべんなくスプレーし、すぐに乾いた綺麗なマイクロファイバークロスで塗り広げると。塗り広げるように拭き上げてくださいですね。で、クロスはこまめに絞りながら拭いてください。で、ガラスボディの順で施工すると。で、重要な部分としては濡れたボディですね。ここに書いてあります。で、過去に乾いたボディとかもいろいろやってみたんですが、レインドロップは濡れた状態の方がいいです。なので、普通に洗車後にまだ水滴が残っている状態でスプレーしていくとより効果が出ますよといった感じです。 TV ヘッド、トルネードボルテックスヘッドですねのロックの解除の仕方みたいなのもここに書いてあります。で、これはね結構簡単です。で、今このオンとオフがあるんですが、丸いポッチがオフのところにあります。そうするとトリガーをこう押しても出てきません。で、ヘッドをずらします。こんな感じで。そうすると
こう出てくるといった感じですね。そしたら実際に使ってみましょう。はい、ちょうど洗車が終わったこちら BRZ で一回試してみます。でまずレインドロップをよく振ります。で噴射していきます。うわすごいトルネードだ。でクロスでこう拭いていくと簡単ですね。でガラスとかも使えるのでこんな感じで一気にいっちゃいます。でタオルが濡れてくるのでこう絞りながら施工してあげてください。面白いね。かなり広範囲にいきますね。このフェンダーの部分いきますね。こんな感じ。ちょっと普通のレインドロップを持ってこようか。全然違う。現行タイプのレインドロップ持ってきました。これだとこういう感じ。かなりピンポイント。確かにね使いすぎちゃうかも。でこれでこう拭いていくんですが、トルネードボルテックスの方があんま濃くないですよね。広範囲に薄くスプレーできるので確かに使いすぎないっていう意味ではコスパいいかも。自分の使う加減をねスプレーで制御してくれるっていう感じ。どこにでも使えるからいいんですが、ちょっとピンポイントで使いたいなっていう時はちょっと関係ないところまで吹きかけちゃう感じはありますね。現行タイプの方がこうピンポイントでかけられる。あとちょっと風が強いと飛んでっちゃうかも、トルネードだと。そういった違いはありますね。でレインドロップのいいところはやっぱどこにでも使えるっていうところかな。ガラスとかにもこう使っていける。白いボディだとちょっと見にくいんですが施工は簡単です。はい、そしたら比較の準備ができました。で現状なんですがガラス面撥水しておりません。ちょっとこの辺甘いね。ちょっと後で落としておきます。であとボディ面これも1回磨きました。だからほぼ浸水状態ですね。こういった状態です。で右側半分にレインドロップで左側半分にレインドロップトルネードボルテックスを施工していこうかなと思います。はい、そしたらまずボディからいきます。湿式施工なので水をかけますね。軽く洗車ごと固定して、でまずはレインドロップからいきます。現行品ですね。今販売されている新商品じゃない方です。塗り伸ばしながら引き上げていくようなイメージです。こんな感じです。施工はすごく楽です。続いて運転席側にトルネードボルテックス施工していきます。ちょっと多めに左側に吹きかけて塗り伸ばしていきます。なるほどね。これもう使った感じ違いありますね。そのトルネード感とかそういうのじゃなくてスベスベ感が違う。トルネードの方がツルツルしてます。若干ムラになりやすいかな。いい感じだと思います。続いてガラスの方いきます。助手席側からいきます。こっちの方がジェットだから飛んでいかないね。雨でも飛びづらい。よいしょ。はい、そしたら続いてトルネードの方いきます。はい、施工終了と。そしたら水はじきは翌日見るとしてツヤの方を見ていきます。なんか両方ともツヤ出てるけどこれといって大きな差はないように見えます。見えないね。動画だとちょっと分かりづらいんですが、ここにマスキングテープの跡があります。右側の方がちょっと濃く出てそうな感じもするけど、両方ともツヤはね出ています。見せ子のところがしっかりツヤ出てないのが、この辺だと分かりやすいんだよね。ここにマスキングテープの跡があります。分かるかな。ちょっと分かりづらいかも。このトルネードボルテックスかなり広範囲に吹きかけることができます。これなんか飛び散るのは嫌だなと思うんですが、こういうバイザーとかどこにでも使えるのでそこら辺はねあんま気にしなくてもいいのかなと思うんですが、個人的にはあんまなんかかけたくないところにかかるのは嫌だなとは思ってます。例えばこの面施工が終わりました。で違う面こう移動した時にこっちにやっぱどうしても飛んでっちゃうんですよ。それが個人的にはちょっと気になるかなといった感じですね。ちょっとなんか楽しくてかけすぎちゃうかも。これ多分かけすぎなんだと思う。もっとね少なくていいと思います。施工はすごく楽です。でちょっといろいろ使ってみて気になったのが5噴射するんですよ。でどういう時に5噴射するかっていうと、これね注意喚起としても書かれているんですが、このトリガーのオンオフ、これをオンオフした時にこの下に傾くと出ちゃうんですよ。オフの時は大丈夫です。オンにしてこれオフにする時にまっすぐ平行に
カチッとやらないとちょっとでも角度つくと5噴射する。これがねちょっと気になりました。であと、個人的にピンポイントにかけたいなって思うんですよ。なんかちょっとね飛散しすぎちゃうっていうか、そこ気になって、このレインドロップ現行型、これね上ヘッド外れるのかなと思ってちょっとパコってやってみたら外れるんですよね。でこれあんま良くないのかもしれないんですが、普通につきます。で普通に出ます。まあ好みはいろいろあると思うんですが、ヘッドね、この旧タイプっていうか現行型のヘッド取っといてもいいのかなって僕は思いました。こっちでも使えるんですよ。逆にこのパターンもいけるっていうことでしょ。いけるわ。はい、そしたら1日経過したので水をかけてみようと思います。まずはボディからいきますか。こちら通常のレインドロップ、水はじきいいですね。でこちらトルネードボルテックスですね。両方とも水はじきいいですね。分かりづらいですね。ちょっと霧をかけます。若干トルネードの方がいいのかな。いや変わんないよな。変わんない気がします。軽く洗ってみます。どうでしょう。両方ともかなり撥水しているんですが、僕が見る感じそんな大きな違いはなさそうです。じゃあ続いてガラス見ていきます。はい、マスキングテープを剥がしました。水かけていきます。止めます。ハイブリッドストロングアルファとか、あと同じメーカーでいうとガラコデラックス、あの辺に比べるとやっぱ撥水力はちょっと弱いかなとは思います。っていうのも、この水を止めた時にこのこぼれ落ちてく水滴が少ない、まだ結構ガラス表面に水が残っているのを見ると、やっぱ専用品の方が水はじきはいいのかなと僕はそう感じます。ちょっと斜めから見てみます。といっても、撥水はしているので楽に、パパッと施工したい人はこれでも十分なのかなっていう感じは僕はしますね。けど左右の違い何かあるかって言われると正直分かりません。ちょっとトルネードの方が左上なんか残りやすい感じするけど、これは水のかけ方の若干の誤差かなとは思います。で最後にボディもう一回見ておきます。撥水力はすごいですよ。ちょっとこの辺甘いねけど、かなり水はじきいいです。両方ともいいね。かなり弾いております。最後ちょっとツヤ見てみようかな。わかりません。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はこちらソフト究極の新商品レインドロップトルネードボルテックスを使ってみました。で大きな違いとしては詰め替えができるようになったっていうところかな。これを外して詰め替え用のレインドロップトルネードボルテックスが使えると。で今まではこれがなくなったらそのままこれを買わないといけなかったんですよ。けどこっちだけ買えば付け替えて使うことができるので、そういった面ではコスパかなり良くなったのかなと思います。であとはトルネードですね。噴射するとここがぐるぐる回って、全体的に吹きかけられるっていうところも変わったんですが、個人的にはねこの現行タイプのこっちの方が僕は使いやすいかな。ピンポイントにかけられるっていうのと、ちょっとねこうぐるぐる回ることによってこうなんか注意事項に書いてあるんですが、風があるとね飛んでっちゃうんですよ。風の強い時、砂ぼこりの多い時、35度以上の炎天下では使用しないって書いてあるんですよ。けどそうも言ってられないじゃないですか。風ちょっと強いぐらいだったら使いたいなと思うんですよね。こっちのバズーカの方は
かなり直線的にバーってこう出てくれるので、風で飛んでいって変なところにつくっていうことが結構少ないんですよ。けどトルネードになったことによって結構飛散しやすいなっていう感じはしました。なので個人的にはこのヘッドは僕は旧タイプの方がいいなと思ったんですが、まあ好みもいろいろあると思います。で一応外せってこう一緒なんですよ。だから付け替えることができたので、今このレインドロップ現行版使ってる人はこのヘッド残しておいてもいいかもしれない、そんな風に僕は思いました。だからまあこっちもつくんだろうね。つきますね。出ます。なので、まあ、このヘッドはまあ好みでいいのかなと思います。であと中身ね、液剤について言えばそんなね大きな差はなかったかなって僕は思いました。水弾きそんな変わらないで、まあツヤなんかちょっとね現行タイプの方が若干出てるかなっていう感じしたんですが、まあ洗った後そんな大きな差はなかったかな。であと違いとしては滑りですね。触ってる感じのなんかツルツル感みたいなのは新しいトルネードボルテックスの方がヌルヌルしてるなっていう感じはしました。まあ、そこはね実際に使いながら感じられるところなので、皆さんも一回使ってみればね、あちょっと違うなって感じれるレベルだと思います。でその他はまあ正直、まあ、誤差かな。ガラスもまあ撥水はしてるけどどれだけ変わったかって言われたら大きな差はなかったかなって僕は思います。なのでまあカートリッジだけ買って今持ってるレインドロップのヘッドをつけて使うっていうのも全然ありです。まあ、量がね多くなって金額が、まあ、この2つ同じ金額なので、そう考えると 80ml 多い形で使えるコスパは良くなってるのかなと。あとはまあ耐久性が変わってるみたいなので、まあ、そこはまあ別の動画でねちょっと追って見ていきたいなと思います。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。